世界で最も危険な場所といえば、皆さんはどこを想像しますか？多くの人は、南米やアフリカの国々を思い浮かべるかもしれません。実際、世界平和度指数、ランキングの下位には、南米やアフリカの国が多く名を連ねています。しかし、日本から約1万 3000km、フロリダから約 925km の沖合に殺人発生率世界一位の島が浮かんでいることは、あまり知られていません。イギリス領タークス・カイコス諸島です。タークス・カイコス諸島は、世界有数の美しい海を持つリゾートとして知られ、2024年には約195万人もの観光客が訪れています。この島のサンゴ礁は世界で3番目に大きいとされウミガメなど多様な生物と触れ合えるダイビングが人気です。そんなポピュラーな観光地であるタークス・カイコス諸島ですが、もう一つの顔を持ち合わせています。こちらは国連が公表しているデータを元に作成された、人口10万人あたりの殺人発生件数ランキングです。お気づきの通り、このランキングの1位に君臨しているのが、我らがタークス・カイコス諸島なのです。件数は10万人あたり 76.34 件。アメリカの13倍、日本の331倍という凄まじい数値ですね。一体なぜ、自然が美しいこの島で、このような事態が起きているのでしょうか？理由の一つとして挙げられるのが、ハイチなど近隣諸国からの移民問題です。ハイチでは2021年に大統領が暗殺される事件が発生して以降、ギャングの勢力拡大が続き、刑務所や警察署が襲撃される事件も発生しました。現在では首都の 90% がギャングの支配下にあると推定されており、政情不安から、多くのハイチ人が難民として近隣諸国に流れ込みました。一部の人は、ハイチからわずか 230km ほどの距離であるタークス・カイコス諸島へ移り住みました。こうして移民と共に流入したのが、違法な銃器やドラッグ、そしてギャングでした。ハイチからの移民の多くは貧しい暮らしをしており、2割は住む家さえ持たないという報告もあります。彼らは違法ドラッグのターゲットにされやすく、また、金を稼ぐためにギャングに加わる若者も増加しています。このような貧しい移民の増加を背景に、ハイチ系ギャングが勢力を拡大している事実は、タークス・カイコス諸島の治安悪化の土壌となっていると言えるでしょう。この島で犯罪の拠点となっているのはハイチ系ギャングだけではありません。2010年代から2020年代にかけて、麻薬の密輸ルートをめぐり、ハイチ系ギャングとジャマイカ系ギャングの抗争が激化しました。きっかけは諸説ありますが、カリブ海の周辺国での取り締まりが強化されたことで、新たな麻薬の密輸ルートを求める犯罪組織が流入したとされています。すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、世界一位の殺人発生率を記録したタークス・カイコス諸島ですが、そのうち9割の事件がギャング間の抗争に関連しているとされています。ただし、抗争に巻き込まれた一般市民が犠牲になるケースが相次いでいるため、この島が危険な場所であることには変わりありません。現在、タークス・カイコス諸島の治安改善に向け、領主であるイギリスや自治政府は様々な対策を行っています。重火器犯罪に対する刑罰引き上げ、ギャング参加自体の違法化、警察の捜査権限の拡大などの法改正を行うとともに、イギリス本土や隣国バハマの警察からギャング対策部隊が派遣され、現地警察と共に作戦を展開するなど、国際的な取り組みも行っています。また、イギリスからの支援のもと、防犯カメラ設置数の拡大や、沿岸監視レーダーの設置、データ分析技術を用いた国境管理システムの導入など、取り締まりのための設備強化も図っています。ハイチの政情不安による不法入国者の増加や若年貧困層の存在など、治安改善に向けた課題は未だ多く残されていますが、様々な対策を行ったことにより、現在はタークス・カイコス諸島における犯罪の摘発件数は増加し、殺人事件の件数も減少傾向にあることも事実です。いつの日か、タークス・カイコス諸島が私たち日本人にとっても馴染みあるリゾート地となる日が来るかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。